こんにちは、こんばんは、サリノです。福岡に行ってきました。この Vlog では福岡に滞在した期間から4泊5日分食べたものや行った場所をまとめてお届けします。おすすめの美味しいものをたくさん食べてきたので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、福岡についてまずこちらに向かいました。博多明太重です。かつて評判だった料亭の自家製明太子と明太子のための特製かけだれを使った博多明太重、その他にも福岡の郷土料理などが食べられるお店です。お店の中はこんな感じの雰囲気で、一人でも入りやすいですし、デートとかでも使えそうな感じです。そしてメニューがこちらです。明太重は頼むとして、そこに何かつけるかどうか選ぶ形ですね。メニューと一緒にタレの辛さも選びます。今回私は基本にしてみました。その他机の上には明太重に関する豆知識がまとめてありました。こういうのを読んでるの結構楽しいですよね。なんやかんやしている間に、私は今回明太水セット3380円を注文することに決めました。こちらです。いや、なんかね、インスタで見た時も美味しそうだなとは思っていたんですけど、実物のボリューム感というか色鮮やかさがすごかったです。そしてこれが明太水ね。パッと見だと茶碗蒸しみたいな感じなのかなって思ったんですけど、とにかく順番に食べていきましょう。まずはね、こちらの明太重、とりあえずタレをかけずにそのまま一切れ食べてみたら、もう本当に美味しかったです。このね、ご飯と海苔もすごくいいバランスでまとまってるんですよ。もうこのまま食べ続けちゃいそうだったんですけど、こちらのタレもねかけてみたいと思います。真っ赤な色味がさ、かなり辛そうよね。でもね、意外とそこまで辛いなって感じには基本であればならなかったですね。ピリ辛ぐらいで美味しく食べ進められる味だなと思いました。そしてこちらが明太水です。これもね、わざわざ追加するほどなのかなって正直思ってたんだけど、いやもうね、食べた方が良かった。途中でこちらもこの薬味辛味みたいなやつを足して混ぜて飲むんですけど、なんか程よくスパイシーになって美味しかったです。いやもう正直博多明太重舐めてた。高級な明太子おにぎりじゃんって思ってた。でもね、私次福岡に行った時も絶対食べに行くなって思うぐらい本当に美味しかったです。続いて翌日です。ここね、全然動画撮るの忘れちゃったんだけど、愛とうなぎ寿司屋さんがやっているすごく美味しいうなぎ屋さんなんです。こちらで朝昼ご飯を食べたいと思います。こちらです。船丼半身にイクラのトッピングです。昨日もね結構いいものを食べちゃったから、ちょっと半身にしてみたんだけど、全然抗えてない感じがするね。こちらのうなぎもすごく美味しくて、いいお昼を過ごしました。いやごめんね、ほんとうなぎのさ部分の動画が全然なくって、カットにしようかなとも思ったんだけど、それにしてはね紹介したいぐらい美味しかったの。はい、そんな感じでお腹がいっぱいになったので、こちらすぐ近くにある大堀公園に来ました。大堀公園は福岡県が運営する都市公園です。国の登録記念物になっていて、すごくね穏やかでいい場所なんですよね。いろんな方がお散歩してます。こんな感じでボートに乗ることもできるんですよ。このお昼は福岡に住むお友達と一緒にいたんですけど、その子がねまたすごくノリがいい子なんですよ。ボート乗っちゃうみたいな話になりまして、乗ってみましたボートで行ける距離感は結構ボリュームがある感じで、その途中にはねこんな風に浮き見堂があったりします。ここね、新婚さんとかが撮影会をされていて、白むく姿を見れたりしてちょっとほっこりしちゃいました。そしてこちらの大堀公園、おしゃれなスタバだとか素敵なカフェもあるんです。この日はこちらのローカルズという若フェが素敵だなと思ってちょっと入ってみることにしました。注文したのはこちら、モカとやめ抹茶セット660円です。可愛くないですか、このモカのフォルム。すごい可愛い。サイズ感もちょうどいいですよね。お散歩している最中にちょっと食べたい感じ。そしてこうやってギューって潰すんですよ。もう味も美味しいし可愛すぎる。あとこちらのお抹茶もすごく美味しかったです。何か大きなアトラクションがあるとかではないんですけど、大堀公園を散策する午後、かなり贅沢な時間だなと思いました。そして
本当に食べてばっかりなんですけど、夜ご飯です。この日に行ったのは博多もつ鍋山中赤坂店です。こちらはね、どうなんだろうね。あんまり一人だと来やすい雰囲気じゃないのかなとは思ったんですけど、この日は福岡に住んでいるお友達と行きました。でね、結構いろいろ頼んだんですよね。からし明太1100円でしょ、牛ほほ肉の甘煮1200円でしょ、そしてこちらがもつ鍋です。一応ね、1人前1980円でした。いやね、やっぱ福岡って言ったらもつ鍋食べたいみたいなところありますよね。すごく美味しかったです。はい、福岡滞在3日目です。昨日はね、いろいろお友達と美味しいものをたくさん食べて楽しく過ごせたなというところなんですけども、この日はいつも通り一人旅、糸島市の方へ向かいます。福岡市中心から電車で3、40分ほど、いろいろ見に行きたいスポットがある場所なんです。ただまずは腹ごしらえです。こちらの清水というお寿司屋さんがね、口コミがすごく良くて行ってみたかったんですよ。しかも見てください、お寿司のランチがね1500円なの。早速注文してカウンターで待ちます。お店の中はテーブル席やお座敷もあるんだけど、カウンターだとこうやって目の前で作られていくのが見えます。届いたのがこちら。すごくないですか？ボリュームたっぷり。なんか一貫一貫がふっくらしていて、もう見るからに美味しそうですよね。このあら汁がついてきたのも本当に嬉しかったです。はい、早速いただきます。いやもうね、福岡来てから美味しいものが更新されっぱなしなのよ。本当に美味しかった。しかもね、食後にはこんな感じでコーヒーゼリーまでついてくるんですよ。もう至れり尽くせりすぎじゃないですか。やばいよ、めっちゃ美味しかったんだけど、すごい。しかもなんて言ったらいいんだろう、大将さん、板前さんって言ったらいいのかな、握ってくださった方がすごい周り見てて、めっちゃなんか統率されてたんだけど本当に美味しかった。びっくりしちゃった。多分私が海鮮とか和食が好きっていうのもあるけど、あそこはね本当におすすめ。めっちゃ美味しかったです。本当はバスで向かおうと思っていたんですけど、お寿司が美味しすぎてゆっくりしていたら間に合わなくなってしまいました。なのでタクシーで向かいます。運転手さんがすごく素敵な方で、いい感じのところで降ろしてくれました。ということでやってきたのがこちら、桜井二見ヶ浦です。糸島市を代表する景勝地の一つで、桜井神社の社地として神聖な場所とされています。白い鳥居の奥にあるのはご神体の夫婦岩。日中も夕日もすごく綺麗な場所です。ご家族で来ている方もたくさんいました。ちょっと歩いていると、こちらおやつスタンドというのがありました。こちらいろんなおやつが置いてある、飲食店なんですけど、私は見た目が美味しそうだったので、こちらの蜂蜜レモネードを飲んでみました。500円です。いやー、海を見ながら飲むレモネードすごい美味しかったです。この日の夜は天神エリアまで戻ってきて、うどん和助に行きました。やっぱり福岡に来たのでごぼ天が食べたくて、美味しいところを調べたらここがねすごく人気みたいなんです。ピークタイムには行列ができていることもあるらしいので、ちょっと時間をずらして行ってきました。頼んだのは野菜天ぶっかけ。これで800円です。すごくないですか？ごぼ天はちょっと分かりづらいんですけど、裏かな、意外とね食べるとたくさん入ってました。でさ、ごぼうの天ぷらってこんなに美味しいと思ってなかったんですよ。美味しいだろうなとは思ってたんだけど、こんなにとは思ってなくって、いやもう福岡来てからそんなことばっかり言ってる気がするけど、ボリュームもたっぷりだし大満足の晩ご飯でした。福岡滞在4日目のスタートです。この日はちょっと足を伸ばして北九州市の方まで行きました。福岡市から北九州市まではすごくアクセスが良くて、1時間ぐらいかな。電車賃もそこまで高くない金額ですんなり移動することができました。でね、この時期はちょうど河内富士園が見頃だったんですよ。いやもう本当に見るもの全てが綺麗、香りもすごく良くて行ってよかったなと思いました。河内富士園は撮りたいスポットが多すぎて1本別の動画を作っているので、ぜひそちらもご覧ください。河内富士園の後は北九州市を観光したいと思って、こちら小倉城の方まで戻ってきました。小倉城の周りってこんな感じで、いろんな重要文化財というんでしょうか、展示がされているんですね。全然詳しくはないんですけど、こういうの知れるの楽しいじゃないですか。すごい行ってよかったなって思いました。めっちゃカラス鳴いてますね。でもね、この後に行った松本清張記念館がめっちゃ楽しかったので、早めに行ってもよかったかもしれません。
撮影 NG だったので外観だけなんですけど、本好きとしては心の底から言ってよかったです。そんなこんなしている間にいいお時間になったので晩ご飯を食べます。向かったのはこちら京寿司です。京寿司は北九州の小倉を中心に回転寿司を展開していて、市場直送の鮮魚を使ったお寿司が食べられます。なんか地元の方から人気みたいですね。はい、ということでいただきます。いやー、今見ても美味しそう。いや本当に美味しかったんですよ。もう今日はたくさん歩いたのでね、ゆっくり美味しいものを食べて癒されたいと思います。こっちも美味しかったです。イカ、もう淡白なもの、脂っこくないものばっかり食べちゃうんですよね。マグロも赤身とかさ。でこれも良かったな。そしてね、お味噌汁、私お寿司食べてる時頼みたいんですよね。こちらも赤味噌のお味噌汁すごく美味しかったです。でせっかく回転寿司なので流れてるもの取ろうかなと思ってこれにしてみました。名前何なんだろう。カリフォルニアロール的なやつなのかしら。エビ巻きみたいなやつです。可愛くない？見た目。これね、結構ボリュームあって、しかもなんかプリプリで美味しかったです。結構食べたんですけど、言うて1500円とかリーズナブルに抑えることができました。いやもう本当に美味しかった。5日目福岡滞在最終日です。今日は飛行機に乗る時間もあるんですけど、最後にね、こちらのフィッシュマンという定食屋さんにやってきました。その名の通りお魚がすっごい美味しい定食屋さんなんですよ。基本的には行列ができるお店らしいので、開店直後に行ってみました。メニューはこんな感じ。もうどれも美味しそうで迷ったんですけど、聞いてみたら金目鯛煮付け定食がまだあるとのことだったので、これにしてみました。そして来たのがこちらです。もう見た目からして美味しくないですか？カラフル、素敵。金目鯛単体だけじゃなくて付け合わせもかなり豪華に入っていて、どれもねいい感じに煮込まれていて美味しかったです。このご飯とかお味噌汁とかお漬物とかも落ち着きますね。味の方はまさに九州って感じの濃いめの味付けで、それもなんか福岡来た感あっていいなと思いました。はい、そんな感じでね、福岡旅行を楽しんできたんですけれども、かなり食べてるね。もう本当に食い倒れ旅って感じになっちゃいましたが、それぐらいね、やっぱり食べ物が美味しい、コンパクトにまとまっている場所なので、いろんなところにお出かけしやすいのも魅力の一つだなと思いました。少しでも福岡の雰囲気を楽しんでもらえた方はグッドボタンやコメントなどで反応をもらえると励みになります。このチャンネルでは引き続き旅のお得情報や Vlog などを上げていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。